もしあなたの記憶にない行動をしている別の自分がいるとしたら、遡ること3年前の2019年2月21日、オーストラリア・シドニー。この日、6人もの証人が同時に出廷するという異例の裁判が行われていました。彼女が困っているみたいだから私が話すね。そいつのやったことは許せない。俺が全部暴いてやる。あまりに恐ろしくて、当時は誰にも話せませんでした。証人たちは口々に被告人の男を非難します。しかし、全ての証言が終わった時、法廷内にいたのは原告の女性、ジェニー・ヘインズと被告人、裁判長の3人だけ。証言台に立った6人はすでに退出してしまったのでしょうか。違います。彼らはちゃんと法廷に残っていました。6人の証人は原告、ジェニーの中にいたんです。なぜならジェニーは、2500人の人格を持っているから。2500もの人格を持つ女性、ジェニー・ヘインズ。なぜ彼女はそれほど膨大な人格を持つに至ったのか。その謎を紐解いたのはジェニーの中に眠っていた恐ろしい記憶の数々だったんです。おさす、ひたすらオイスター食べたいケンちゃんです。なんでわざわざオイスターって言い方すんなよ。やめられない、止まらない、オイスター。オイスターじゃないの。闇子なのよ。本日皆様にご紹介するのは2500もの人格を持つジェニー・ヘインズという女性について。いや、2500は嘘でしょ。多重人格って聞いたことあるけど、そんなことある？本当にね、信じられない話ですよね。これにはね、ジェニーの身に降りかかったあるおぞましい体験が関係しているんです。そしてある時彼女は裁判の原告になっていました。まずはその場面から見ていきたいと思います。前代未聞の裁判。遡ること3年前の2019年2月21日、オーストラリア・シドニーの裁判所では49歳の女性ジェニー・ヘインズを原告とする裁判が行われていました。この日の裁判は6人もの証人が同時に出廷する異例のものだったんです。最初に証言台に立ったのはシンフォニーという少女。息継ぎをせずつらつらと続けて話すのが彼女の癖でした。お絵描きをしていたらそいつが私のクレヨンを踏みつぶしたの。私がやめてって言ったらそいつは私の絵を引き裂いてこう言ったわ。お前の絵なんか何の役にも立たねえんだよ。子供が証言してる。虐待とか何かってこと？そう感じさせられますよね。他のね、証人の方々が一体どんな証言をするのか早速見ていきましょう。裁判長がシンフォニーに尋ねます。ジェニーは楽しく学校に通えていたのかな。すると今度はシンフォニーに代わりリンダという女性が証言台に立ちました。それについて私がお話しします。クールなキャリアウーマンといった雰囲気のリンダは犯行当時の様子を淡々と語り始めるんです。ジェニーには水泳の才能があったんです。水泳選手を目指すための専門的指導を受けるように勧められたこともあります。でも彼女はわざと泳ぎが下手なふりをする必要がありました。すべてその男の命令です。リンダは38年ぶりに顔を合わせた被告人を冷たい目線で見据えていました。裁判の内容は40年近く前に起こった出来事について。それでも6人の証人はまるで昨日の出来事だったのかと思えるほど詳細な証言を行いました。それだけの時を経ても彼らの記憶は一切色あせていなかったんです。そして全ての証言が終わった時、法廷内にいたのは裁判長と被告人、原告のジェニーの3人だけでした。6人の証人は退出してしまったのでしょうか。違います。彼らはちゃんと法廷に残っていました。なぜなら彼ら6人はジェニーの別人格だったから。ジェニーの中にはなんと計2500人もの人格が存在しているというんです。別人格が証言してるなんて聞いたこともないわよ。てかジェニーの過去についての裁判みたいだけど、ジェニーの多重人格にも関係してることなの？そうなんです。それではね、そもそもジェニーがどうして2500もの人格を持つことになってしまったのか、早速見ていきたいと思います。2500の人格を持つ少女。自宅に届いた封書を眺め大きくため息をつくジェニー。封書の内容は福祉給付金受給の通知でした。私だって本当はみんなと同じように働きたいのに。ジェニーは大学に18年間通い、法学や哲学の博士号も取得していました。しかし卒業後30代後半を迎えた彼女に就職口はありませんでした。理由は何といってもジェニーが数えきれないほどの人格を持っているから。人格が入れ替わると性格も話し方も持っている記憶すらも変わってしまうんです。そんな状態で仕事をこなすのは困難とみなされ、ジェニーは給付金を頼りに暮らす日々を強いられていました。働きたいのに働けないってめちゃくちゃ辛いじゃない。ジェニーはですね、この状況を克服しようと精神科とか心療内科を渡り歩いていたんです。ジェニーさん、よく来てくれましたね。どうされましたか？この人なら大丈夫かもしれない。温かく迎え入れてくれた医師にジェニーはかすかな希望を見出しました。私の中には数えきれないほどの人格がいます。そのせいで就職することもできなくて、涙がこぼれ落ちそうになるのを必死に耐えながら話すジェニー。一体何があったのか話をしてくれますか？医師にそう問いかけられると、ジェニーはスーッと深呼吸をした後、静かに過去を語り始めたんです。
1974年、それはイギリスで暮らしていたヘインズ家がオーストラリア・シドニーへ引っ越したばかりの頃だった。4歳のジェニは父親のリチャードと2人でお風呂に入っていた。そんなさなか、リチャードはジェニに目線を合わせると小声でこんな話を始めたのだ。ジェニには特別にパパの秘密を教えてあげるよ。実はパパ、超能力が使えるんだ。本当？小さな目をキラキラと輝かせるジェニ。本当だと思う。ジェニが頭の中で考えていることがパパには全部見えるんだ。だからパパに嘘をつくことはできないし、隠し事もできない。これからのことはジェニとパパだけの秘密だ。混乱するジェニにリチャードが覆いかぶさる。パパ、やめて！痛い！泣き叫ぶジェニの口を押さえるとリチャードは恐ろしく冷たい声でこう言った。誰かに助けてもらおうなんて思うな。俺はお前の考えていることが全てわかるんだ。下手な考えを起こした時点でお前の大好きなママと弟たちを殺すぞ。父親がジェニのこと隠れて虐待してたってこと？そうなんです。ジェニの中にね、多数の人格が生まれてしまったのは父親の虐待が原因だったんです。下手な考えを起こせばすぐにでも父親に筒抜けになってしまう。まだ幼かったジェニは父リチャードのその言葉を疑いもせず、母親や兄弟に助けを求めることさえできませんでした。来る日も来る日も繰り返される凄惨な虐待に一人で耐え続けなければならない。そんな過酷な状況に幼いジェニがいつまでも持ちこたえられるはずもありません。パパの足音、またお仕置きされちゃう。嫌だ、助けて！そう強く願い目をつむるジェニ。嫌だ、嫌だ、嫌だ！あれ？次の瞬間、目を開いた彼女の前に父リチャードの姿はありませんでした。ただその小さな体にはリチャードに何かをされた感覚が確かにしっかり残っています。そうやって呆然としているとジェニの頭の中にこんな声が響いたんです。これからは私があなたを守るからね。声の主はジェニの別人格、シンフォニー。そう、シンフォニーはジェニととっさに入れ替わり、父リチャードからの虐待を代わりに受けていたんです。ジェニーの中に別人格が生まれたのってもしかしてそういうこと？そうなんです。実はジェニーはですね、父親のことを誰にも話せなかったので、自分を守るためのね、防衛策として多重人格っていうのが生まれてきたんです。というわけで本日のメトラキーワード、乖離性同一症について。乖離性同一症は幼少期の強いストレスやトラウマなどをきっかけに発症する精神疾患。自分の中に2つ以上の別人格が現れるようになり、自分の身に起こっていることをまるで他人事のように感じることで精神的ショックを和らげようとするんです。ジェニは幼少期、耐え難い現実に直面したことをきっかけに別人格に交代するようになりました。乖離性同一症は人格が交代している間の記憶がない場合もあります。そのため大人になってからジェニのように日常生活や仕事に影響が出ることも多いんです。こうしてジェニの中に別人格として4歳の少女シンフォニーが生まれました。ただ父リチャードのジェニへの仕打ちは一つの別人格で耐えきれるほど生優しいものではありませんでした。結果シンフォニーが耐えきれなくなるとまたもう一人、そのもう一人が耐えきれなくなるとまた一人というようにジェニの別人格は次々に増えていったんです。そして別人格たちはジェニを守る軍隊のようにそれぞれ役割を持つようになっていきました。10代のたくましい少年マッスルは父リチャードからの肉体的な虐待に耐えるための人格。知性の高いリンダは外出時や学校などうまく立ち回らなければならない場面で矢面に立つ人格。例えばジェニは本来水泳選手を目指せるくらい泳ぐのが得意でしたが、リンダに交代してわざと下手に泳いだりしていました。リチャードは虐待がバレるのを恐れ、ジェニが教師に注目されるのを極度に嫌っていたからなんです。そして彼ら別人格の誰が表に出るのかを指示していたのが8歳の少年リッキー。彼は表に出した人格が辛い目に遭うと分かっていたため、常に罪悪感を感じていたといいます。結局ジェニの両親は彼女が11歳の頃に離婚。ジェニの地獄の日々はそれまで7年にもわたって続き、その間に別人格は2500人もの数になっていたんです。医師に向かい幼少期の恐怖体験を赤裸々に告白したジェニ。メモを取っていた医師の手は完全に止まっていました。そして次の瞬間、医師は冷たくこう言い放ったんです。ねえジェニさん、それって作り話でしょ？本当のことを話してくれますか？ひどすぎない？だってジェニはさ、めちゃくちゃ辛い過去思い出しながら話してるわけでしょ？辛いわよ、こんなの。そうなんです。ジェニがね、受けた虐待っていうのはもう本当に実話なのかと疑うほど本当にひどいものだったんです。そしてこのね、乖離性同一症のメカニズムっていうのは解明されていないからこそ、ジェニのね症状についてね懐疑的な目を向ける医者もいたんです。そしてね、大人になったジェニの苦悩っていうのはこのね障害によるものだけではなかったんです。終わらない苦悩。
30代を迎え、すっかり大人になったジェニーはある日、街行く一組の親子をじっと眺めていました。笑顔で会話する親子の姿に自然と頬を緩ませるジェニー。しかし、この時同時に彼女は胸が締め付けられるような複雑な思いにも駆られていたんです。私もお母さんになりたかったな。そう、ジェニーは父親の性的暴行によって子供が産めない体になっていたんです。ジェニーの体に残った後遺症はこれだけではありません。彼女の服の下にはパウチと呼ばれる袋が常に入っています。これは排泄物を受け止めるためのもの。ジェニーに加えられた性的暴行のダメージは腸にまで及び、彼女は通常通り排泄を行うことができなくなっていました。腹部に作られた人工肛門からは自分の意思とは関係なく排泄物が溢れてきます。ジェニーはそれを受け止める袋を見るたびに父親のことを思い出さずにはいられませんでした。一体ほんとどれだけひどいことしたらこんな状況になるわけ？本当に。父親はこうやってこんな仕打ちしといてのうのうとまだ生きてるわけ？これは絶対許せないっすよね。許せないわよ。大人になったね、ジェニーは、ある考えを思いついてね、行動に出るんです。こうして迎えた2009年、39歳になったジェニーはオーストラリア・シドニーの警察署を訪れていました。ジェニーさん、辛いのに話をしてくれて本当にありがとう。私はあなたを救いたい。ジェニーの話を聞き終え、そう強い口調で言い放った男性の名前はポール・スタムーリス、シドニーの刑事でした。そう、この日ジェニーが警察署を訪れたのは、自分の人生を大きく狂わせた父リチャードを告発するため。そして医師たちが散々作り話だと一周してきたジェニーの話をポール刑事は一切疑うことなく信じたんです。彼は続けてこう言いました。これはとてつもなく大変な戦いになると思います。いや、ほんといい刑事さんに出会えてめちゃくちゃ良かったじゃないのよね。でも大変な戦いになるってさ、どういうことなの？だってジェニーの症状を見れば明らかじゃない？ひどいことされたなんてことは。そうですよね。ただね、このジェニーが抱えていたね、解離性同一症そのものこそがね、裁判において不利になるとされているんです。父リチャードを告発する上でポール刑事が何より課題になると考えたのは、ジェニーが解離性同一症を抱えていたことでした。ジェニーの体に残された傷跡は父親の残虐性を物語る重要な証拠になるんです。ただしそれが証拠になり得るのは、誰にどのようにつけられたものなのか正確に証言できた場合の話。ジェニーの場合、虐待の記憶を持つ別人格を証人にする必要があり、証言の正確性は定かではありません。さらに解離性同一症を患う人の別人格が証人として認められた前例は世界的に見ても存在しませんでした。そのため虐待の事実が明らかであっても、裁判でどのように判断されるのかは全く予測できなかったんです。しかしポール刑事はあまりに悲惨な経験をしてきたジェニーを放ってはおけませんでした。そこからポール刑事とジェニーは二人三脚で証拠集めに奔走。10年の準備期間の末、ついに父リチャードの告発へこぎつけるんです。10年もかかったの？めちゃくちゃ長いじゃない。ジェニーのね、体調とか心の病気だったりとかね、いろんな状況があったので、本人にね負担をかけないようゆっくりとこう証拠を集めたんです。肝心のね、この裁判、一体どのような判決が下されたんでしょうか。裁判の行方。2019年9月6日、シドニーの裁判所でついに父リチャードを被告人とした裁判が幕を開けます。この日の法廷は裁判長、被告人、原告のジェニーの姿しかなく、いついなくガラリと静まり返っていました。オーストラリアでは通常、裁判長をはじめ複数の陪審員によって審理が進められています。しかし今回は陪審員に心的外傷を与えることが懸念され、3名のみで裁判を行う異例の措置が取られたんです。ジェニーが証言しようとしている虐待の数々はそれほど悲惨で恐ろしいものでした。被告人前へ。裁判長がそう告げると、一人の男が中央の証言台に進み出る。74歳になったその男、リチャードはすっかり白髪頭の老人となっていた。しかしその顔にはジェニーの記憶の中の面影が確かに残っている。裁判長が起訴状を読み上げ、父リチャードに尋ねる。この内容をあなたは認めますか？薄ら笑いを浮かべ、ジェニーの方へ視線を送りながらリチャードは答えた。身に覚えがありません。その子は幼い頃から虚言癖がありました。父リチャードの返答を聞くと、今度はジェニーが毅然とした態度で語り始める。証拠ならあります。この体には真実を物語る傷跡が今でもしっかり残っています。その男のせいでジェニーは普通の女の子として生きられないどころか、人生の楽しみ何もかもを奪われたんです。別人格の一人リンダがそう話し終えると、ジェニーの中で眠っていたその他の人格も次から次へと現れ証言を始める。そいつが何をしたのか全部はっきり覚えている。いくらでも証言するぜ。私は今でも誕生日が大嫌いだって、誕生日にはいつにも増してそいつが私を傷つけるのを楽しんだから。ジェニーと共に生き抜いてきた6人の証人たちは、父リチャードが言い逃れできない証言の数々を口々に並べ立てた。リチャードは認めざるを得なかった。そして下された判決は懲役45年。判決を聞いた瞬間、ジェニーはその場に泣き崩れた。裁判長、ありがとうございます。今日から私は新しい人生を歩むことができます。
や、ほんと良かったわね。なんかもう失った時間っていうのは本当に大きすぎるんだけど、これでようやくジェニーもなんか気持ちが本当の意味で晴れることになったんじゃない？そうですよね。うん本当にね、人生の大半っていうのを苦しんで生きてきたわけなんで、これからはね、本当にどうかね、幸せな人生をね、歩んでいってほしいと心からね、願いますよね。ジェニーの痛々しい後遺症からも分かるように、父リチャードの彼女に対する暴力、性的暴行は際限のないものでした。起訴された罪の数はなんと367件。犯行から38年もの月日が流れているにもかかわらず、これだけの事実をかき集められたのはジェニーの2500の人格があったからこそ。ジェニーの別人格たちは長きにわたる因縁を晴らすその時まで彼女の心強い味方であり続けたんです。裁判の後、ジェニーはこのように語りました。私は脳を焼き払う大火のような存在になりたかったんです。私の後に続く人が少しでも歩きやすくなるように。ジェニーは匿名でリチャードを告発することもできたんですが、あえて実名での告発を選びました。暗いトラウマを克服した自身の姿を世に知らしめることで、同じ悩みを抱える人たちの道しるべとなるように。こうしてジェニーの勇気ある行動は、解離性同一症を抱えていても正当な判決を勝ち取れるという世界初の希望となったんです。